ペンダコ。Bonjour tout le monde. Moi c'est ペンダコ先生。今日はいろんな目の描き方、バリエーションを作るためのコツをお話ししていきます。プロはいくつもの目の形を使い分けてますよね。例えば、鬼滅の刃を例に挙げてもこんなにたくさん。この動画でお伝えするバリエーションを作るコツを知れば、あなたはよりたくさんのキャラクターを魅力的に描くことができるようになりますよ。基本的なことは知ってるよという人はステップ2までスキップしてください。Alors, c'est parti! ペンダコ。まずはリアルな人間の目と漫画の目を比較してみましょう。これかなりデフォルメされてますよね。特徴的な点を挙げると、目頭と目尻の線がつながっていないことが多いです。なぜなら線をつながない方が瞳を強調できるんですよね。それではどうやってこの目を描いていくのか、手順とコツを解説していきますね。この四角に目を描いていきます。まずは上まぶたを描いていきます。私が描く目はちょうど中央に上まぶたの頂点が来ていますね。線を2本引いて上まぶたのボリュームを決めると形を整えやすいです。目尻を描いた後に下まぶたの線を引きます。この描き順も目の形を捉えやすくするコツです。四角のガイドを見ながら中央に瞳を描きましょう。瞳のハイライトは中央よりずらして加えます。大まかな瞳の形ができてきました。少し上まぶたの形を整えます。ここから仕上げです。四角のガイドの上半分は黒、下半分をトーンを使って瞳を描き込みます。黒とグレーの境界線に描き編みを行います。そうするとグラデーションっぽく2つの色をなじませることができるからです。最後にグレーの部分、トーンを少し削って瞳が光を反射しているように表現してみました。これで完成。この四角を描いてバランスを確認する方法は目のデザインを考えるときに役立ちます。例えば、あえて目のバランスを変えてみますね。四角を参考にしながら位置は変えずに横幅を狭くします。四角の中でバランスを変えるだけで私たちが受け取る印象は大きく変化します。この目のバランスを意識することができると、目を使って様々な表現を使えるようになります。詳しくお話しするためにも次のステップに行きましょう。ここからはこの目を使ってバリエーションを作るためのポイントをお話しします。この目をベースに10個のバリエーションを作ってみましょう。皆さんもいつも描いている目を使って一緒に試してみてくださいね。この4つを変えるだけでバリエーションを作ることができます。目の形、瞳の大きさ、瞳のハイライト、瞳の書き込み。それでは一緒にやっていきましょう。まずは目の形。縦長の目を描いてみましょう。ガイドとなる四角を縦長にします。四角に合わせて目を変形させます。瞳が大きくなるので可愛さ、幼さを表現できます。次はつり目です。目尻を上げて目頭を下げます。強気な性格や高圧的な感じを表現できます。次は垂れ目。目尻を下げて目頭が上がります。
それに合わせて下まぶたも少し下げてあげます。弱気でおとなしい印象を受けますよね。目の形だけでも印象を大きく変えることができます。次は瞳の大きさを変えてみましょう。ちょっとテンポアップして解説していきますよ。瞳の大きさについてですが、小さい場合、視線が強くなる、狂気を感じさせます。大きくすると優しさ、穏やかな印象を作れます。子供を描くときは瞳を大きく描きましょう。傾向として少年漫画は瞳が小さく、少女漫画は瞳が大きくなります。次は瞳のハイライトの大きさ。ハイライトが全くないとちょっと怖い印象を受けますよね。逆に大きいととっても可愛い印象を受けます。最後に瞳の書き込み。これも少年漫画では書き込みが少なくて、少女漫画では書き込みが多い傾向にあります。少女漫画を描く人は特にこの瞳の中の書き込みは重要です。わら、一つの目をベースにこんなにたくさんバリエーションを作ることができました。先ほどのバリエーションを組み合わせて目を描いてみました。この目を見てみるとちょっと危ない、怖いなって感じの印象を受けませんか？実はまずキャラクターの性格を考えてからこの目を描きました。オリジナルのキャラクターを描くとき、なんとなく絵を描き出してしまいがちですよね。まずは今描こうとしているキャラクターがどんな性格の子なのか考えてから描き始めると、より魅力的に描くことができるようになりますよ。てんだこ。今日お話ししたことは簡単なようで実は大事なことなんです。どんな印象を相手に与えたいか、どんな目の形なら伝わるのか考えることがプロへの第一歩なんです。この基礎を身につけることで魅力的な表情の描き方、キャラクターデザインを考えるといったことにつながっていくんですね。動画が参考になった人は高評価とぜひ誰かに共有してください。よろしくお願いします。次の動画を作るためのモチベーションになっています。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。アビアント。